ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいのぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回はケネススレッグの解説と考察ね。おう、ケネスなのぜ。と入っても、ケネスってあまり語ることないのよね。そうなのぜ。わかりやすくて、まあ多分見た通りの人なのよね。映画で見た印象そのまんまって感じじゃないかしら？なのぜ。というわけで、今回も序盤はライトユーザー向け、後半はガチ勢向けの考察って感じでいこうと思うわ。なのぜ。さて、早速ライト向けな簡単な考察だけど、ドキドキ。ケネススレッグは、一言で言えば、ハラハラ。ハサウェイ大好きおじさんよ。お。まあ、有能冷血爽やかおじさんって言い換えても良いわ。爽やかおじさん。まず、有能さと冷血さに関してだけど、これは映像でも多々描写があったわね。そこかしこにあったのぜ。なので、それらのシーンの補足なのだけど、ごついでに最速のようなものなのだけど、ほう、最速なのぜ。漫画版先行のハサウェイ、その第1巻の冒頭は、まだケネスが着任する前のキンバレー部隊と戦う、マフティー部隊が書かれてるわ。おう、なのぜ。ハサウェイは、映画のラストでエメラルダがもらったって喜んでた、指揮官用のメッサーに乗ってるわ。おうなのぜ。漫画の中で、結構わかりやすく、前任のキンバレー部隊との違いが書かれてるので、違いを楽しんでくれると嬉しいわ。あ、ちなみになんだけど、これ大切なことなんだけど、漫画版先行のハサウェイは、映画版とは違って、小説版逆襲のシャアの続きだから注意ね。つまり、初恋の相手を自ら殺めた方のハサウェイが主人公よ。あら、そうなのぜ。作者サイドも意識してるのか、MS のデザインも映画版とは微妙に違うわ。そしてそんな漫画版先行のハサウェイがなんと第一話が公式から無料公開されてるのでぜひ見てほしいわ。コミックウォーカーというサイトだけど、アドレスは説明文に貼っておくわね。角川が運営してるサイトよ。ちなみに、他のガンダム漫画も一部無料で公開されてるわ。おっと、話が脱線しかけたわね。ともかく、ケネスは有能なのよ。そして冷血なの。映画だとカットされちゃったんだけどね、小説版だと、ケネスがハサウェイのことに気づいて、冒頭調べながら警察を呼び出したシーンあるじゃない？おう、場面がコロコロ変わるシーンだったのぜ。一気に状況が動き出すハラハラ感、たまらなかったのぜ。そこでね、警察側がケネスの要請を渋ったんだけど、ケネスは警察署の爆撃準備をさせたのよ。もちろん脅しってことなのだろうけど、よかったのぜ。まあそりゃそうなのぜ。実際に実弾を装備させて、マフティーと同じことをしても良いと部下に命令を出したわ。協力しないなら、今からお前の家の上空でモビルスーツの訓練するわ。装備は実弾だし、お前の家にミサイル落ちるかもな。ってやつよ。ケネスさん。まあ、おかげでハサウェイはガンダムの装備結構失ったみたいだし、有能であることは間違いないわね。ハサウェイのこと大好きなのはなんでなんだぜ？これは、ケネスの人柄と、過去の経歴によるものね。ほらこれ、公式サイトの説明文なんだけど。ケネスって、シャアの反乱の時にパイロットとして戦ってたのよ。なのぜ。ジガンかジムさんかはわからないけど、そのうち語付けでこれがケネスですとか言われちゃうかもしれないわね。パイロットだったのぜ。で、ハサウェイもシャアの反乱の時に、訓練もせずに出撃してギラドーが撃墜してるじゃない？なのぜ。さらに小説版だと、ジェガンを大量に撃墜した、大型モビルアーマー、アルパージールを一応短期で撃墜してるわけだし、あとは、嫉妬するか尊敬するかなのだろうけど、ケネス・スレッグという男は彼を尊敬して超フレンドリーになってスカウトするっていう人間性だということね。良いやつなのぜ。そうね、そこは本当に私もそう思うわ。しかも、自分の目の前で偽のマフティーを倒して、地球連邦の官僚を救う大立ち回り。ケネス自身の命の恩人でもあるし、その上謙虚。なのぜ。ハサウェイ最高ペイネロペイやるよ。そして一緒にマフティーを倒そう。悲しいわね。悲しいのぜ。そう、それとこれも大事なことなのだけど。ギリの解説動画で、ギリは二人の男の間で揺れ動いたりせず、ハサウェイ一筋って言ったじゃない？言ってたのぜ。ハサウェイの気を引くために、ケネスに近寄ってみせたりと、自分がモテる女前提の動きをしているってやつなのぜ。魔性の女ね。それでハサウェイは遠ざけようとするわけだから、ギリは困惑して空回りばっかりって話なのだけれど、実は、ケネスもケネスですっごい空回りしてるのよ。そうなのぜ。映画の中盤でさ、ギリのコテージの話をするとき、小説版からカットされたセリフなのだけど、ギリから、マフティーの連絡員だって思ってたんでしょって言われちゃったのよ。まあギリの言うことだから、多分当たっているのだと思うわ。実際、仕事柄そうさ、って返しちゃってるしね。ケネス。さらにちなみになのだけど、この後、君はハサウェイについて何か聞いているなって映画だと一気に進んだじゃない？
でも小説版だとこの後、もう一回考え直して、でもハサウェイに怪しいとこなかったし、ってなって、かなり動揺してたわ。ケネス。ギギの顔色を伺いながら自分の考えを説明しても、ギギは顔に一切出さなかったから、やっぱハサウェイはマフティーではないのではとか考えたりと、ハサウェイのことを信じたい感情が結構あって、まあ悲しいわね。悲しいのぜ。つまり、劇場版先行のハサウェイの、ギギを取り巻く関係は、恋愛に関しては三角関係はなく、ギギはハサウェイ一筋だけれども、ギギはハサウェイを好きだけど、ハサウェイはギギを遠ざけたくて、ケネスもハサウェイ大好きだけど、ハサウェイはケネスを遠ざけたくて、ギギからケネスは、どうもくらいで、ケネスからギギは、こいつマフティーのスパイだなって感じだったのよ。だって、この二人はハサウェイがいなくなった途端、会話がすっごい事務的なものになっちゃうわけだし。飲み会で共通の友達が先に帰っちゃった二人、みたいな感じよね。言えて妙なのぜ。まあ、そんなわけで、ライト向けなケネスという男の考察は、有能で冷徹だけど、ちゃんと人としての情があって、ギギのようなとんでもない洞察力はない、思い切りの良いハサウェイ大好きおじさんってとこかしらねいいやつなのぜ。まあ、そうね。かなり強引だけども、友達としてなら、間違いなくいいやつだと思うわ。なんだか含みがあるのぜ。というわけで、ケネス・スレッグの考察、後半に入りたいのだけど、なのぜ。ここで注意よ。ドロッとしてるわ。まあ、生とかエロスとか、まあでも、ガチ考察ともなれば、そしてケネスという男を本当に知るとなれば、彼のそういう部分も見る必要があるのは事実よ。そんなわけで、後半の解説に入るわね。そうね。どうしたのぜ？ちょっと待ってね、言葉を選んでるから。なのぜ。そうね友達としては最高にいいやつで、けど、結婚相手として考えたらクズなのかもしれないわって感じかしらね。どういうことなのぜ？ケネスがバツイチなのは、映画の最序盤で言われてるじゃない？言われて入るけど、一度離婚経験があるからって、そうなるのは偏見なのぜ。おっしゃる通りだと思うわ。普通ならね。ズバリここは、名探偵ギギ様の推理よ。結局の書、ケネスって他人に関心がないらしいのよ。だから左手の指輪を外すことになったって言葉を信じるのなら、離婚の原因はケネスにあるんじゃないかなって思うのよね。なのぜ。そこでさらに問題なのが、ケネスの冒頭のカットされたセリフなのよ。小説版と漫画版にはカットされず掲載されてるのだけれどね、冒頭の手を洗うシーンでケネスは、なんでこんないい男とジュリアは別れる気になったのかって疑問に思ってたりするのよね。つまるところ、この男は反省してないのよ。お前鏡を見てそのセリフ言えって話なのぜ。大丈夫よマリサ。何せこのセリフは、鏡を見ながら言ってるセリフだから。ケネス。よーく見ると、だいぶ独りよがりなとこがちらほらあってね。ケネスってハサウェイのこと大好きじゃない？でもそれって、ハサウェイの良い部分だけを見て、勝手に理想の英雄をハサウェイに感じてるだけっぽいのよね。実際、映画のシーン、君はハサウェイから何か聞いているなの場面で、ギギは、ようやくハサウェイに気を回したかって感じてるのよ。まあ、よくある話よ。ハサウェイのこと大好きだけど、ハサウェイの内面とかまでは全然気にしてなかったというか、見てすらいなかったってやつね。まったく、そんなんだから左手の指輪を外すことになるのよ。ボロカスに言うのぜ。まだまだいっぱいあるわ。ケネスさ、ミヒトでの朝食の時に、正面切ってギギに抱かせてって言ったじゃない？言ってたのぜ。こいつ直球すぎやんけって呆れたのぜ。これね、笑っちゃうくらい譜面通りの言葉なのよ。どういうことなのぜ？そのまんまよ。付き合うとかガールフレンドとか結婚とか恋愛とか愛とか恋とかじゃなくて、とりあえずやらせてってやつ。他にも、これは少しネタバレになるのだけど、もちろん展開のネタバレではないのだけども、2巻とか、三つ巻きとかで、ケネスはギギの隣に座りながら、他の女性とのエッチなこと考えてるのよ。ケネスお前。離婚の原因は、妻が縛り付けるタイプだったって WIKI とかに書かれてるけども、多分、さらにそこから深めに考察すると、そもそもケネスが悪い、に行き着くんじゃないかなと私は思うわ。ケネスは、良い意味でも悪い意味でも来やすいのよ。安すぎてペラッペラなのよ。昨日今日会った友達のポテト食べちゃうくらいね。そんなシーンあったのぜ。ギギの髪を結ぶあたりだったような。ちなみに、ハサウェイの中の人が語ってるのだけど、ひょっとしたらハサウェイが最後の楽しみにとっておいたやつかも、みたいに言ってるはまあ笑い話みたいなものだけども、ポテト。まあそんなわけで、ケネスをちょい深めに考察すると、間違いなくいいやつではあるけど、すっごい軽薄できやすくて、実は内面までは見てくれない人ってところかしらね。なのぜ。上辺を見て理想を押し付けて判断しちゃう人なのよ。でもそれって、案外普通のことなのよね。ある意味では、ハサウェイはケネスにとってのアイドルなわけだしね。
戦績、実戦経験、家柄、性格、目の前で見せてくれた身体能力、思い切りの良さ、多分ケネスにとってパーフェクトな部下よ。そんな男が、これから新天地で不安だなって思ってるケネスの前に颯爽と現れたのだから、そりゃ続婚になるわ。ケネス。そして続婚になったからこそ、内面を見なかったのね。ケネス。とまあ、ケネスの考察はこんな感じかしらね。わかりやすい陽キャの王みたいな人だから、ちょっと語るとこが少なめだったわ。許してほしいわ。もっと色々あったら、ぜひコメント欄で教えてほしいわ。私は足らない知識の補充大好きなオタクだもの。よろしくなのぜ。さて、次回は何を語ろうかしらね。予定はあるのぜ。アムロかシャアか、マフティー組織をまとめて隠しガンダムやペーネロペイの考察とかもしてみたいわね。モビルスーツの動画は他にいっぱいあるのぜ。あるのだけど、解説がメインじゃない私は考察の方が好きだから、ファンネルミサイルの有用性の例えとかなぜこうなったかとか、本当はどっちが優秀なのかとか、そっちの方で語りたいこと結構あるのよね。なのぜ。そうそう他にも、もうすぐ G のレコンギスタの劇場版が公開されるし今夜は2作目が限定で無料公開だったかしら？なので、そっちの動画も作りたいわね。あまり、楽しい話題にはできないかもだけど。まあそれはおいおいよ。とりあえず今は先行のハサウェイの解説考察をやりきりたいわ。なのぜ。というわけで、ここまでよ。今日も見てくれてありがとうね。登録者がもうすぐ1000いきそうなので今700人なのぜ。ありがたいわね。そしてプレッシャーもあるわね。いい動画を作れるよう、色々考えていかないといけないわね。あと、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してくれると、とっても嬉しいわ。よろしくなのぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。